た市内観光。ユキヒョウの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。観光循環バス。このバスは市内中心部の水族館や博物館などの施設を効率的に周遊するバスです。新潟駅から出発して時計回りに一周して戻ってきます。反対回りのバスはありません。1時間で一周できます。料金は1回の乗車が260円。1日券が500円です。2回乗るだけで元が取れるので、1日券がおすすめです。こちらがチケットです。乗車する年月日の銀の部分を爪でこすれば OK です。チケットはバス車内でも買えます。チケットを購入するとマップがもらえます。裏面にはバスチケット提示で割引が受けられる施設が掲載されています。バスの時刻表は冬季とそれ以外の通常期があります。冬季はバスの本数がかなり少ないです。私は3月に旅行したので、バスの本数が少なく、1日にたくさん回ることはできませんでした。私が出かけた3月は、古い新潟駅のバスターミナルです。現在は、場所も変わった新ターミナルからの発着です。こちらは、滞在中まだ工事中だった新バスターミナルです。2日間で全部回ることはできませんでしたが、出かけた先の様子をこれからご紹介します。新潟駅のバスターミナルが古い方ですがご了承ください。新潟駅出発。新潟駅から出発します。駅前はまだ工事中でした。左下に見えるのが旧バスターミナルです。旧バスターミナルでは乗り場の横でチケットが販売されていました。チケットを購入し、乗車の列に並びます。チケットの裏にもマップ図がありました。そろそろ出発の時間です。はい、お待たせしました。2番線観光循環バス秋山公園先張りコースです。どうぞ前の方へ。旧ターミナルなのであまり参考にならないかもしれません。平日の日中、全員座れました。次のバンダイバスシティで下車します。バンダイバスシティではバスセンター名物のカレーを食べます。車窓の風景が続きます。お急ぎの方はチャプターリストでカレーに飛んでください。お待たせいたしました。毎度ご乗車いただきましてありがとうございます。このバ
は駅前通り、駅前通り実際には3日間で行ける場所から回ったので順不動ですが、紹介動画では一番乗り場の新潟駅をスタートしてバス停の番号順で紹介します。また一部観光循環バスから遠く、バス停から10分以上歩いていく場所もあります。次はバンダイシティ、バンダイシティでございます。バンダイシティに到着です。バスセンターのカレー。マップ2番のバンダイシティに着きました。ここからは徒歩でバンダイシティバスセンターに向かいます。ビルに到着です。1階にあるバンダイそばに行きます。立ち食いそば屋さんですが、一番人気はカレーライスです。お昼には行列になるお店です。時間をずらし14時半頃に到着しました。この時間ならそれほど並んでいませんでした。後ろに並んでいた女性のアドバイスでミニカレーライスにしました。ミニでも結構量があります。カウンターで食券を渡すと1分くらいでカレーライスが出てきます。素早い給仕の様子を撮影したいですが、撮影禁止です。カレーが出てきたらカウンターに運んで立ち食いです。豚骨スープで伸ばしたスパイシーなポークカレーです。ルーはサラサラではなくもったりしていて黄色っぽいです。給食のカレーのような見た目ですが結構辛いです。そしてミニサイズとは思えない量でした。米どころ新潟県産のお米はカレー用にブレンドされています。豚肉も新潟県産です。420円で満腹です。食べ終わったら食器は返却カウンターへ持っていきます。ごちそうさまでした。万代橋を渡る2番の万代バスシティを出て、次は5番の白山公園前まで行きます。新鮮な魚や近郊で採れた野
でございます。新潟市漫画の家人情横丁においでの方はこちらでお降りください。 The next stop is 東堀通り6番町 Stop number 4. This is the stop for the Shopping Mall, the Manga House, and the Ninjo Yokocho Market. 漫画の家は漫画の描き方講座などの創作体験ができる施設です。新潟ゆかりのギャグ漫画家の作品世界を体感できる常設展示もあります。次は白山公園前でございます。 The next stop is Hakusan Park, stop number 5. This is also the stop for the Prefectural Government Memorial House, the Utopia Performing Arts Center, Enkikan, and Hakusan Shrine. 白山公園は明治6年に明治政府より認可された日本最初の都市公園の一つです。平成元年には日本の都市公園100選に選ばれ、平成30年には国の名勝に指定されました。新潟県政記念館は明治16年に建てられ、昭和7年まで県会議事堂でした。国の重要文化財に指定されています。次、止まります。危険防止のためバスが止まるまで移動しないようにお願いいたします。お待たせしました。白山公園前です。お降りの方はお忘れ物のないようご注意願いします。毎度ご乗車ありがとうございました。白山神社。5番の白山公園前のバス停を降りると目の前に神社の鳥居があります。神社には見どころがたくさんあります。公園も神社も広いので時間にゆとりがあると良いです。私は時間があまりなかったので全部は見られませんでした。白山神社は家内安全、商売繁盛、交通安全、厄除け、建築、工事安全、海上安全、子宝、安産、縁結びの神様です。ではお参りします。これは葉の神様です。日本には八百万の神様がいますが、葉の神様は初めて見ました。鈴の音は邪気を払うと言います。たくさんの風鈴があり、きれいな鈴の音が聞こえます。
の鈴の糸口は天にいる神様を呼び出すものです。鈴を鳴らして神様をお呼びし、それからお願い事をします。月替わりの御朱印があるのですが、3月のおひな様の御朱印は終了していました。それで春の御朱印と能登地震復興支援の御朱印を買いました。この石は全国に2000社以上ある白山神社の総本社、石川県の白山姫神社から運ばれた石です。良いご縁がありますように。次は白山神社から6番の新津記念館まで行きます。新津記念館、6番の新津記念館に到着しました。ところがなんと2025年4月まで長期休館でした。ここは石油王の新津常吉が外国人迎賓館として1938年に建てた西洋館です。古い洋館が好きなので見たかった。せっかく来たので外周を歩いてみました。バス発車は1時間後だったので北方文化博物館まで歩きましたが、次の動画は新津記念館前から護国神社マリンピアを通過する動画です。お急ぎの方はチャプターリストから北方文化博物館に飛んでください。護国神社とマリンピア水族館、通過のみ。マリンピア水族館に行くなら何時間も滞在したいです。でも一箇所に何時間もかけることができなかったので今回は行きませんでした。護国神社は外観だけでも見られるかなと思いましたが、見えたのは鳥居だけでした。マリンピア水族館は壁とバス停しか見えませんでした。危険防止のため、バスが止まるまで移動しないようにお願いいたします。お待たせしました。水族館前でワイドファイバー3枚でお待ちください。バスにご乗車いただきありがとうございます。Thank you for riding the Niigata City Loop Bus.
かつて旧制高校の学生が古町に遊びに通った坂がベリー坂です。坂の下には2つの塔を持つ新潟カトリック教会があり、その脇にはかつて石抜けと呼ばれた美しい壇上に作られています。西大潟町は新潟市出身の作家坂口安吾が生まれ育ったとマリンピアを過ぎると再び護国神社の前を通り砂丘館を通過して北方文化博物館に向かいます。発車します。次は北方文化博物館新潟分館前、北方文化博物館新潟分館前でございます。終盤の北方文化博物館新潟分館前で下車すると目の前がその建物です。建物は大正初期の洋館で茶室はお茶会などの利用で借りることもできます。歌人、美術史家、書家として名高い会津弥一がその晩年を過ごした建物です。また戦争の良館の書も展示されています。お正月の地震の影響か工事中の場所もありました。それほど広くはないですが建物2つと庭を見学できるので時間にゆとりがあると良いです。3月なのでお雛様が飾られていました。うちの実家のお雛様は何十年も押し入れから出していません。
旧斎藤家別邸北方文化博物館新潟分館から徒歩1分のところにあります。こちらの屋根の修理中の建物が先ほど見てきた北方文化博物館分館で、こちらが旧斎藤家別邸です。こちらの方が大きな建物で、中でお茶を飲むこともできます。お正月の地震の影響で庭には出られませんでした。人が多かったので動画はなく、静止画のスライドです。1918年に豪商斎藤家の別荘として建てられました。建物から眺める庭の美しさに定評があります。平成に入り、建物解体の話も出ましたが、地元の方の署名や募金運動により解体を免れ現在に至ります。最後に抹茶とお茶菓子のセットを食べて帰りました。ちなみに隣にある日本料理いきなり屋は300年続く老舗料亭で、母屋は登録有形文化財です。カトリック新潟教会は旧斎藤家別邸から徒歩2分です。毎日朝7時にミサがあります。パイプオルガン必見ということでしたが、見つけられませんでした。またたまたまと思いますが、人が一人もいませんでした。象とステンドグラスが美しい教会でした。日和山展望台。観光循環バスでは日和山展望台に行けません。そのため教会から歩いて行きました。
和山神社に向かいます。日和山神社、日和山展望台から旧大沢家住宅まで徒歩で向かうのですが、その途中にある日和山神社に立ち寄ります。神社は小さな日和山の頂上にあります。ここからは海を見渡すことができるので、海の安全を願う神社です。昔は天気もここから付近を見て判断したそうです。現在は周りに建物があるので海は見えません。小さな神社ですが、おみくじ、お守り、御朱印が置いてあります。旧大沢家住宅、日和山神社から徒歩で到着です。バスの場合は12番の旧大沢家住宅入り口で下車です。港町新潟で明治時代から商家として成長した小沢家の住宅です。この近くには古い商家が点在していて、かつて港町として栄えていた新潟の面影を残しています。こうした歴史ある建物を地域で残していくのはとても大切なことだと思います。このお宅も美しい庭を眺める造りになっています。こんな旅館があったら泊まってみたいです。好きなスタンプを使ってお札を作りました。笑う角には福来たる。近隣
の歴史的建物のスタンプも押しました。スタンプを押した中で旧片桐家の外観を見に行きます。旧片桐家大谷片桐虎吉。旧片桐家住宅は12番の旧小沢家住宅入り口バス停の前にあります。到着できるのがお昼と夜の間の休憩時間でしたので、食べるのは諦めていました。夜は完全予約制です。他の家と同様美しい庭のある海鮮レストランです。カフェも併設されています。隣にある土蔵も重要文化財です。新潟市歴史博物館。12番の旧大沢家住宅入り口バス停から乗って13番の歴史博物館で下車します。発車します。次は歴史博物館前、歴史博物館前でございます。線があります。港ピアとも呼ばれ、港町、水の町新潟の発展の歴史を学べる博物館です。左の建物は1869年に建てられた旧新潟税関庁舎です。その隣にあるのは税関に持ち込まれた品物を保管する保税倉庫です。これは復元された建物です。こちらは旧第四銀行住吉町支店です。1927年、現在の新潟市中央区住吉町に建てられましたが、道路建設計画により博物館敷地内に移築復元されました。そしてこちらが博物館です。旧市庁舎のデザインですが、当時港町として発展していたことがわかる立派な外観です。博物館は子供から大人まで楽しめます。わかりやすく興味を惹かれる展示で、新潟発展の歴史を学べるのでとても良かったですよ。それにしても新潟にこんなに川があることを初めて知りました。海と川、水の都市ですね。次は夕日を見に新潟日報メディアシップに向かいます。次はキアバンダでございます。The next stop is Kia Bandai. Stop number 14. This is the stop for the markets and restaurants at Kia Bandai. 日本海の取れたて鮮魚から地場産の野菜、果物、県内産肉に新潟米や地酒まで欲しいもの。今回の旅ではビアバンダイには行けませんでした。新潟日報メディアシップ15番の新潟日報メディアシップバス停を降りると目の前にビルがあります。20階の展望フロアは無料で入場できます。入り口から入り、右に進むとエレベーターがあります。
日の日没時間も提示されています。展望フロアはぐるっと一周できます。また自販機が置いてある休憩スペースもあります。滞在中は曇りで赤い夕日を見ることはできませんでしたが、撮影したタイムラプス動画をご覧ください。観光循環バスはこの15番バス停で最後です。次は16番目というか1番の新潟駅バス停に戻ります。循環バスなので新潟駅で下車せず乗り続けることも可能です。各バス停にある観光名所を全部見たかったのですが、3日間では無理でした。もっとゆっくり見たい場所もたくさんありました。ラッピングバス、最後はなんだか小林誠さんの「ワッツ・マイケル」バスの映像でお別れです。よろしくお願いします。他の動画もよろしく、チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。